手袋をしますかね。でこれ汚い手袋でタイヤは汚れとるもんで、外走るもんで洗っとるわけじゃないもんで、できれば汚いでできればこうゴムの手袋で、こういう手袋もありますけど、これ滑らん手袋ね。でもこれだと結局入ってくるもんで、これ指の中に。で結局汚れちゃって、手の方が後で石に洗ってもこういう指紋とかのああいうところでこれね入ってなかなか取れないもんで、爪とかできればこうゴムの手袋、今こう100均でも売ってます、こういうの。このタイヤとこのタイヤは割と進んでます。摩耗がこの2本は、進んでません。でそうすると前と後ろを決めるときにどうやってやるの？タイヤはこう動くでしょ。その時にはい右に回して左に回りますってこうなるじゃないですか。そうでしょ。この時にいかにすり減ってないかがやっぱあれやもんで、後ろタイヤはどうかとはこうまっすぐしか動かない。多少すり減っててもこれで、ね、でここでこれを開けると、でナットを入れるので、これなんですよ。これジャッキでしょ。ここに潜ってもらうとこうでだーって出てきて、ここにあって、これにここを、入れてもらって、でちょこっと手で回してこう噛むように。まあでも曲がることはないと思うけど、ガシャシャもね、まあでもちょっと硬いもんで、そろっとね、本当は足はおすすめしません。そろっと。じゃあ僕らは何でやるんやっていうと、で21とか21、17、19ミリなので、このあれがねあって、これでやって、日本車はだいたい21、まあ19でもたまにあります。でこれはね、これに比べるとものすごく簡単にやりやすい。でこれも、緩めたもんで今度これ締めます。でこれジャッキはでこれもまあ楽っちゃ楽やけど、実はそのフロートジャッキっていうのがあって、もう両方パンパンと上げれちゃうけどいい、こういう使い方ですよこれ。でここでよくやっちゃうのが、上がったかどうか手を入れる。これは絶対ダメ。こういうもので上がったなって感じでしょ。馬っていうんやけど、本来これ買わなあかんねんけどないもんで、タイヤにダイヤ、さっき言った時計と反対回りに外す。外します。で時計と反対回りに回して、よし外したら、ここでまたギュッて入れてもらうとあかんもんで、これね危ない。タイヤの下は絶対ね、どんな時があってもダメ。手打ちはダメね、危ないからね、ダメよ絶対にね。慣れてくると指でチュッてやっちゃう。これ絶対ダメ。滑っちゃうのね、挟んで止まるのが。でこのままでさっきのタイヤが大きかったので、ちょっとこれが、サイズが大きかったです。そうすると特に最近インパクトでやってますんで、もうある程度しっかり締めてから斜めに入っちゃう場合があるので、これ充電時は使わないので今日は。でこの時に、必ず締めたらこっちに対角線で、この時に対角線でしょ。これ
は今これでやりましたけど、実はこの便利なものがあって、これは本当便利なんですよ。こうまあ閉めちゃいましたけど、もう本当に例えばじゃあこの緩んだ状態でこうやってあると、これ外す時もそうなんですけど、こうやってくるっと回したらも外れちゃうし、はめる時もこうなる。でこれは家で本当にやられる人も例えば車1台でもいいですけど2台っていう風な人がおるなら絶対にこっちの方がこれ安いですよ。ホームセンターでも1000円かそこらで売っとるんじゃないですかね、多分。で私はリサイクルショップで200円とか300円で買ってきますけど、これ便利ですよ本当に。で緩める時はさっきの反対で時計と反対回りに、でこの時にこうでこの時巨大なのがここに買ってあるもんで、これをまたねで、マス締めって言って最後にカチカチに締めるのを下ろしてから締めなきゃですよ。いいですか。でこれでね、でこういう風にでフロアジャッキーも、車についてるやつもあるんですけど、フロアジャッキーはついとるんですよね、最近の車も。タンクの修理がついてないだけ、なんかスウェータイがついてないだけかな。こんな感じでしゃがんで最後は必ずでこれも、トルクスレンジって言って圧を測るやつもありますけど、それでやってます普段。でも多分ないと思う。ごめんなさい、これ10時閉めちゃうからこれでこれ分かると思いますけど、てこの原理なので長ければ長いほど楽なので、これどうやってるとやっぱり長いもんでこう見てね、全然だからもうすごい回しやすい。これぐらいはあった方がいいかもしれないですね。楽ですよこれ本当に。この十字で自由と始まるんじゃないですけど、じゃあこんな感じでどうでしょう。